皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。集会と聞くとお尻の冷たさを思い出してしまうさやです。すんごい体育館のな。あーよくわかったね。であそこでさ体育座りするじゃん。うん。ふくらはぎに力入れる遊びしてたのね。体育座りの時にふくらはぎに力入れると何が起こるか。ででん。つる。めっちゃつる。で足がつるギリギリまで行って、あ、まずい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 、よし、もうちょっと近い。あー、つりそうつりそうつりそうっていう遊びを小学生時代にやってたゲンです。乗っ取っちゃった。乗っ取られちゃった。でも誰よりもインパクト強かった。素晴らしい。やるでしょみんな。やんねえよ。まあそんなことはどうでもよくて、どうでもいい。とても。なんて書いてあるでしょうか。せーの、幸せなら手をつなごう。そのさ、アダムスファミリーみたいなつなぎ方さ、やめてよ。はい、ということで今回、はい、こちらです。魔女集会。ということで今回やっていく企画はこちら。ディードン。いにしえのツイッターで大流行した魔女集会で会いましょうって何？わっていうね、僕の一個の疑問だったんですよ。オタク心がくすぐられますね。いや、でもくすぐられてないのよ。知らないんだよね。残念だったね。そうで知らないんだけど、残念だったね。で魔女集会で会いましょうって知らん人も多いとは思うの、で今ちょっと調べたところ、魔女集会で会いましょうっていうのは、2018年の2月8日にクズさんという、クズさんさんね、クズさんっていうお名前の方が、作家さんが SNS で投稿したハッシュタグで、魔女が拾った男の子が成長して魔女よりでっかくなってかっこごつくてむさくてがっしりしててかっこ閉じ、魔女を全力で愛して守る男になる話の絵を描きますので、誰か描きたい方がいらっしゃれば、このカッコをつけて好き勝手に描いてみてください。なおカッコ内の要素は入れても入れなくても OK です。別にごつくてむさくてがっしりでかくなる必要はないよって。多分これはこの方の趣味なんだろうね。そういうことですよね。好みなんだろうけど。なるほどっていうのが、いろんな方のこう癖をムクムクと呼び覚ました結果、いろいろねイラストだったりテキストだったり漫画だったりでブワーっとなったのがこういうことだね。おー、で誰かの好きがみんなの好きを呼び起こしたんだ。そういうことですね。なんか素敵。好きの連鎖。そういうことだ。まあ今はもういろんな拡大解釈が広まった状態なので、まあこの感じでいきましょうっていうね。かしこまりました。まずはそれを試しに書いてみるということで、書いてみるということで、実際何が良かったんだろうかをこう知る回をやろうかなと。とりあえずなんかこんな感じのテンプレートを自分の好きに当てはめて書いてみようと思う。そういうことですね。はい。まあやってみますか。やってみますか。やってみましょう。はい、やってみましょう。やっていこうと思います。ということで、じゃあ実際、どんなものかというのはなんとなく分かったので書いていきたいと思います。でここで一つ確認なんだけどさ、まあ女じゃなくてもいいよね。どういうこと？マダンってこと？マダンでもいいよね。マダンでもいいけど、でもさ、もともとの魔女ってさ、魔女という言葉に男も含まれるでしょ。だってあれ、まあなんか昔はそういうのありましたけど、解釈もあったよね。いいんじゃないですか別に。まあいいか。まあいいんじゃない。大体の概要が。これが夏目さん知識だよ。じゃあ行きましょう。行きましょう。一応ガイドライン1時間で今日は。はい。どこにでもありそうなネタだけど私。夏目さんちを見てくださった方は、多分さやさんってなると思う。これはみんなが好きな好きをこう共有したいという気持ちを込めて。でもさ、いやだからそもそもだけど、このハッシュタグ自体がそういう傾向ない。これみんな好きやろみたいなやつを出すみたいな、なんかこうどちらかというとめちゃくちゃ独創的な尖ったものを出しましょうっていうよりは、結構ド定番だけどいいよねこれエモいよねみたいなやつを多くの人が出してるイメージがあるんだけど、そういうことだよね。それはいやもうね今日ハイなんだよちょっと。どうして？なんかあったの？いいこと。あったよ。朝の3時からパラちゃんとね、アンパンマン紹介したからね。で最近さ、パラちゃんが夜中に絶叫するんだよね。
そうなんだよね。調べたら夜狂症みたいな。そう。この年の子ある可能性があるっていう。なんか症ってついてるけど別になんか病気というよりかはなんかそういう時期のそういう現象みたいな。夜中にびっくりして飛び起きちゃってみたいな。そう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 。ちゃんとそのままスッて寝てくれる時もあるんだけど、今朝は寝てくれなかったのでそのままねなんてね2人でアンパンマン鑑賞会を始まりまして、いやねアンパンマンおもれえわ。なんか今もう本当になんかアンパンマンってさもう呼べないもん。アンパンマンさんって呼びたくなっちゃうぐらい、アンパンマンにねときめきを覚えてくるからやばいそろそろ。例えばバイキンマンがさなんか仲間のお友達の一人をさこうちょっと乱暴に掴んでたりとかするじゃん、そうするとさなんか離せとかじゃないんだよ。離すんだバイキンマンっていう、諭すんだよ一回に。優しいと思って。しかもなんかねアンパンマンってさすごい喋り方優しいのにさ、戦う時ちゃんと戦うじゃん。結構さアンパンマン実写化したらアベンジャーズぐらい動いてるよね。いや動いてる動いてる。てかもう今もすでに動いてるよ。起点聞かせて戦ってるから。戦略があるんだアンパンマン。そうそうちゃんとなんかその辺に落ちてるものとか使って、こう地形を利用した戦闘とかしてるから、ときめきがすごくて、そんなことを考えながら私は朝の3時アンパンマンをね2本ほど見まして、お願い頼むから寝てくれっつって。前日さほらパラちゃんがさだんだんママって言ってくれるようになりましたふーみたいなさ、感じで話したじゃん。最近さすごいことにさ全部ママになっちゃったんだよね。なんかさじゃあなんかそのさやに何かをお願いした時、ママママって言えば何かしてくれるっていうところだけ覚えて。要はだからさママって言われたら喜んでなんかするわけじゃん。あそうそうそうママに何か言えば何かしてくれるみたいな。でそれが高じてこれは何かをお願いするワードなんだっていうなんかちょっとリアリティが下がるってレベルじゃないんでね。今度はね逆に。でもこの前ねパラちゃんにねボソッとやべえっつったからあれめっちゃおもろかった。なんでどの文脈でそうなんかおもちゃで一緒に遊んでた時に、やべえみたいな。あと2時間かな。あと2時間ですね。というわけで結構終盤になってまいりましたがいかがですか、源選手。7ページ超えですね。これってもしかして夏目さんち史上最多なんではないでしょうか。いや最多ではないと。いやワンチャン最多なんだけどなんでだろうね。てかなんか冒頭3ページっていう縛りをなくして、で制限時間も1時間か2時間ぐらいでふわっとみたいな感じでやってるから、ふわっとを重ねるとふわっとがふわっとを呼んでなんか妙に長くなってるっていう。でも私も完結してないんだけどこの子たちが出てくる話ですみたいなさ感じのなんか説明のページなんですよ。嘘。それで言うと、僕もそうで。さやさんこれさ本当前も書いてたよね。いや知らんよ。多分ね書いてたんだよこれは。本当に好きなんだねっていうやつだよこれは。いいじゃん。ならいい。素敵じゃん。素敵じゃん。好きなものは書けばいいと思う。なんとでも。クリエイター全校デーボーじゃん。元気出るでしょ。今日も考えてて偉い。毎日褒めてくれる。好きは強み。伝わるまで書く。全校デーボーちゃん。全校デーボーちゃんめっちゃよくないかも。ねこれだって誰か作ってほしいな。ダメですね。ダメですね。ということで魔女集会で会いましょう夏目さんち解釈バージョンになったのかどうか。はいもう本当に謝りたい。何魔女じゃない。もう夏目さんちを好きな方だったら多分なるほどずっとご存知だと思うんですけど、ジョーじゃない。僕も先に言い訳していい、やがてこいつ魔女と呼ばれたりもするんだろうな。でもね、いいんだよ拡大解釈。好きを書くものだから。そうだよね。だからそのハッシュタグ内の空気感を使って好きなもん性癖を書きましょうのコーナーでしょ。そうまあちょっと予防線を張ったところで2時間好き放題何も考えずに書いた我々の魔女集会で会いましょう。こちらです。源さんの結構ねすごい楽しみなんだよな。なんか
でん。はい。手にしたものの真実の願いを叶えるもの、レザボアスターズ、吐きだめのきらめきね。はい。かっこいいでしょ。かっこいいめっちゃ。念能力の不備みたいな。はい。それは場所か秘宝か組織の中、はたまた遥か遠くの惑星か。はい。こういうね、秘宝って感じの。ああ、なんかこうすごい近くに惑星がある感じ。遺跡っぽいとかなのかわかんない。いずれにせよ陳腐な伝説だ。はい。はい。かっこいいなんか。それ私のこと。かわいいなんか。嘘つけ、それより服を着なさい。酸素ねえぞここ。どうせ俺の願いは叶わないです。始まるわけです。出会っちゃいましたね。出会っちゃった。すごい特殊な、絶対に普通じゃない子が。絶対にやばい、そう。絶対に普通じゃなさそうな子に会っちゃう。というわけでやべえガキを拾った。ここもうあれですよ。願いを叶えるよ。ほら宇宙金貨1億クレジット。バカ見つかったら捕まるぞ。どうそそるうっふんっつって。ガキには興味ねえ服着ろ。あ、ちょっとハニートラップみたいなことしてるね。願いを叶えようとしてる。あ、ていうかこの人をどうにかして喜ばしたいんだね。そう、真の願いを叶えてあげないようと思って。それ私のことっつって。見て、銀河一美味しい干し肉。これ星の肉と書いて干し肉。デロンデロンしてる。やばい。そんなのよりシチュー作ったぞ食うかっつって。食べるって。かわいいね。ほらペット作ってみたよ。怪獣バビゴン。元いた場所に返してきなさいっつって。ゴパーっつってなんかゴジラの鎌田くんみたいなやつが。かわいいめっちゃ。でこれはいね、願いを叶えたいのに叶えなきゃいけないのに私何でもできるのにっつって。ほらもうもうジジイになってる。ほらそうだな、何でもできたな、ちゃんと願い叶ったよっつって。なんか切ない。はい、これはもうよく見る感じですよ。最後だね。そう死にましたと。わー、願いって何ねえ教えてよ。結局教えてもらえなかった。ダイジェストで終わらせないでよ。たった4ページで終わらせないでよ。うわーすごい。私の時間で一緒に生きてよっつって墓からドキ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 っつって。なんかやばいの出てきた。おかえりなさい。次こそ本当の願いを叶えさせてねってご心臓です。やばうわめっちゃ源さんや。魔女集会で会いましょうとは何なんだろうと思いながら書いてたんだけど、まあなんか大枠そういう感じというか、確かにね、何か時の経過と時を経過しないものとの絆みたいなで好きな感じっていうとこんな感じ。すごいすごいすごい。どうですかこれ。いやめちゃくちゃいい。ただね、何なんでしょうね本当お願いって。確かにね。それは俺も知らん。知りたいね。俺も知りたい。気になる。てかこの子のなんか不思議感に全振りしてる感じあるね。こういう子好きなんよ結局。であとこのセリフが言いたかった。このセリフが言いたかった。でなんか結構このたった何ページかで結構人生を描くことが多い題材だなと思って、このハッシュタグがそれをこの子は否定してる。いやかっこいいっていう感じで書いてみました。すごい。2時間にしては風呂敷を広げすぎて俺は回収できない。毎回こうせいさんだってもうガマ口ぐらいしか広げてないからさ。見たい見たい。いきますね。じゃーん。突然もう出会ってる。そうそうそう。もう安定の出会い方だよこれ。出会ってますね。ほらパシャ雨の中ね。大丈夫かいレディー。紳士が。これちょっと低音のめっちゃかっこいいボイスでつけてほしい。つけてほしい。ほら。曇った空の下でも輝くシルクハットに白銀のロット。私を軽々と抱き上げたその紳士を私は決して忘れないだろう。わーわぐらいのなんかその感じだね。でもあれぐらいの時代のイメージ。バーナム感ある。そうそうそう。PT バーナム感ある。見てこれバーバリーの新作。なんかすごい。モブ感あるやつ。ババリーだから。ババリーね。バーバリーじゃない。ババリーだから。架空のハイブラね。紳士がそのように自慢されますのははしたないですか。出たメイドさん。そんなこと言わずに俺と遊ぼうよ。仕事中ですので。口説かれてんの。そうそう。ほら来たなんか。そこだとの方。確かに貴殿のコートは素晴らしい。しかしその柄のスーツはいただけない。なんかうるさそうなやつ出てきた。そうマナー。なるほど。紳士が現れて。紳士が現れた。ちまっと。ちまっとしてる。これちっちゃいんだよ。そうちっちゃいの。もうちょっとね本当もうちょっと全身入れようかなと思ったんだけどちょっと頑張れなかったからそう。人の事情をナンパとはさらにいただけませんの。このねこのおちびさんのそうメイドさんだったメイドちゃんだった。そうガキいただけないってとかって隣のメイドちゃんがやべえ顔してるっていう。なるほど。ご主人様
もう過激派なの。あ、そう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 、強火なのね。精進したまえよっつって、いいコンビ、このデコボコ感。子供の体は疲れるな、早く魔力をどうにかせねば。うわ、今のお姿も素敵ですよ、当然だ。うわ、魔法なんか使い始めて、そう、これすごく言わせたかった、それでは僕のかぼちゃちゃんってすごく言わせたかった。うわ、パンプキンって言ってんだ。膝だ。そう、こういうこと言わせたかったの。膝だ。どういうこと？はい。うわー、うわー、うわーってなっちゃった。いや、めっちゃいいけど、めっちゃいい、わかる。だから最初に拾ってくれた紳士は彼だったんだけど、彼は今諸事情で子供の体のなってるんだけど、ただこの紳士としてのたしなみというか、そういうのはもう完璧なるほどね。でそこのメイドちゃんに結局なったよっていう感じなんだけど、この子おばあちゃんになるシーンもありそうだよね。あ、そう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 、おばあちゃんになるぐらいでやっと出会った頃のおじさんになってるみたいな感じになってほしいのが書きたかったんだけど、でもその前に私が書きたかったのは紳士のちっちゃい少年が書きたかった。うわーって声出ちゃったもんね。悲鳴上げちゃった、好きそうすぎて。そう、個人的に魔女は姿が変わらないけど、その一緒に育っていく子は老人になってったりとかっていうのがあるわけじゃない。それ逆がやりたかったの。そう、いい。そう、てかなんかさ、これさ、このハッシュタグのこのテーマ性の魔力じゃない？これなんかいつもよりなんかさ、とりあえず好きなもんぶっこんどけって感じになってる。いや、もうぶっこんどけって感じ。とりあえずなんかチャーハン作れって言われてるからチャーハン作るんだけど、いやでも私プリン好きですからベジャーみたいな感じで作った気がする。わかる。僕もなんかさ、知るかーっつってチャーハンちゃっちゃってやりながらラーメンも食いてバコーンっつって、そうそう、チュワー突然焼きラーメンも一緒に始めるみたいな。ローソンにそんな弁当今日食ったわ。あ、確かに。いやもうね、そんな感じなんだよね。僕たち大丈夫かって話なんだけど、なんでちっちゃい状態でキープさせたいんだろうね。ちっちゃい子がめっちゃ強いって、それ一番いいロマンじゃない？わかる。子供の頃だって夢見たじゃんみんな、映画とかアニメとかでも見てさ、なんか今の私にこの力があればいいのにっていうのをさ、そうだね、そこで心が止まっちゃってるからさ、そういうことなのかもしれんな。そうそう、これ結構癖出た気がする。いや、出たと思う。いや楽しかった。ああ、いい。すごい楽しかった。いい企画だった。みんなが見ていい企画だったかどうかは、なんか懐かしいって入ってきてくださった視聴者の人は思ったものをお出しされてないかもしれない。そうなので、よかったらツイッターでねタグで検索していただいたり、あとピクシブとかでもねそれのタグでまとまってたりとかしてたので、よかったらそう素敵な作品がすごいいっぱいあるので。ぜひぜひね、探してみてほしい。そういったものを摂取しつつ、我々のこれもその派生として許していただきつつ、許していただきたい。お互い好きがかけてよかったじゃないですか。そういうことだな。はい。よし、じゃあ今日はそれで手を打とう。許そう。そうしよう。お互いプリンチャーハンと焼きラーメンができたけどさ。ということで、いにしえのというか、そうだね、一時期めちゃくちゃ流行ったぞっていうジャンルとかね、そういう創作界隈の何かで、夏目さんってそういえばこれあんまり通ってなさそうだけどどうなんっていういろいろあったら、ぜひコメント欄で教えてもらいたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず今回この7年前の流行を今やっと僕は知れてよかったです。ね、我々もこれで創作クラスターの一歩を踏み出したということで。創作クラスターっていうクラスターってなんかすごい久しぶりで、よく久々に聞きましたね。心のどこかがゾワゾワしますね。はい。さあ、ということで書いていきましょう。珍しく、久々ですね。いや、そうだね。なんだかんだちょっと久々になってしまいましたが、このがっつり書くシリーズ、レザボアスターズの2人を書こうかということで、最初ちょっと上に置こうかと思ったんだけど、やっぱり近い方がいいなっていうことで。いやね、この子のね、このポーズがマジで可愛い。やっぱこういうポーズをする子なんですよ。ふふふって感じの、ちょっとおませな感じだよね。いや、可愛い。おませな感じ言うてもこいつ何歳だって話ですけど、それがいいんじゃないですか。ゲイさんがね書いてる時はね別々の部屋でいたからね、私はね本当に完成品とラフしか見てないんだけど、もうラフの時点で可愛さが弾けてた。ありがとうございます。今回だからこのおじさん、このおじさん最後のカットでマジイケメンやん。そう、イケオジですね。でなんかさ、肉塊のようなものにぐちょぐちょされて戻されてたじゃん。なんかね、そうだね。はい。そんなような要素も上にね書くんですけど、これ完全にこういう肉塊書くときは下書きしないに限るっていうやつなんで。恐ろしいな。謎の感性があるんですよね。これ下書きしてないように見えるんですけど、これめっちゃ薄く下に下書きの見えますね。多分白く飛んじゃってると思うんだけど。
これ人物のところはさっき書いた下書きが下に敷いてあるっていう、敷いてある感じで書いてる感じですね。かわいい。ちょっとこの子服着せようか着せまいか迷ったんですけど、着てない方がこの子っぽいんだが着ないとまずいなと思ったので、もしかしてユウのチューブさんにそうだからおバンされてしまうギリギリどのぐらいまでいけるかなっていうなんでそれチキンレースしてるはいでこんな感じで、このメカメカしい感じも今度は珍しくこのメカっぽさはおじさんの方にそうだね、担当していただいて、でちょっとねなんかねメカの部分だけがマジで下書きしない手癖で書くじゃない、これよく見るとちょっとねタッチがね太く入っちゃうから、女の子が薄くなりすぎるので後でちょっと女の子だけペン入れし直してますね。ちょっとだけ。そうなんですね。そう強めに入れ直そうということで、これが出た、下書きなしの肉塊タイムで今回モノクロでいきたかったので、漫画のような感じでこれね最初なんかこういう感じしようかなと思ったのでやめましたね。いやなんかそう私も見てないターンが入ったぞと思った。なんでちょっと空間が広くなんか急にポツンとした感じのがなんかちょっとおどろおどろしいかなと思って、周りの奥行き手前にある感じは消して、トーンの上からこうハッチングを先に縦トーン入れた後に横のハッチング入れていくことでなんか密度を手早く出したって感じです。お手軽にでトーンを最後貼っていってなんか闇な感じを強めて、本当にちゃんと読み切りの表紙って感じ。いやそうだね、ただならぬ関係性っぽいのがちゃんと出たらいいなということで、もうこのおじさんポイントはマスクをもうしていないということです。あ、確かにさあはい左側にある梅味のじゃがりこが輝いて見えますが、本当だじゃがりこ食ってやがるこいつ人に隠れてお前、そうですね、若干ねこのさやさんカメラの設定はミスったのでね、だいぶ白いんですけど、そうね序盤ちょっと白いね、序盤白く飛んじゃってる説があるんですけど、まあ気にしないでくださいまあ案の定、まあこのいつもの感じですね。そう鉛筆でトレースして画用紙にジャカジャカと水張りした後にこうジャカジャカ塗ってるんですけど、そうなんかどうしようかなと思って、なんかお話の中で、まだちょっと出てない感情みたいな私の中でしかない感情を書きたいなと思って。かっこいいこと言うね。いやそうすごいかっこいい、私の中だけにしかない感情かっけえかっけえマジかっけえなるほどね。そうっていうので、実はこの絵の中のテーマがなんかこうちょっと密かな恋心みたいなイメージをちょっと持って書きまして、そうそうそうでそれでこう、まあねびっくりするぐらいこんなに塗ってない全貌がみんな見えないでしょ。ずっと見えないね。そうこれカメラの設定のせいもあるからね。そう今回ちょっとね僕が設定してる時間なくてさやが多分ガポってやってガポって適当にやったからなんかね。そうだからねそうなんですよ、見えづらいんですよ、でもこれを機にきっとさやがねカメラのセッティングを覚えたはずなんでいやそうですね痛い目見ましたからねいやそうちょっとねまだまだ全然全貌が見えないんですけど、まあそんなテーマがさやさんの中にあったということだけちょっと思っていていただければ、それでなんかずっとね人目のところだけを、マスキング色を乗らないようにゴムインクをね最初乗せてある状態が結構長く続いてて、そのせいでなんか、この子こいつのこと殺したいんかなみたいなすごいなんか闇落ちした顔みたいな感じでずっと見えてて、ちゃうねんちゃうねんって自分の中ですごい戦いながら慈しみの目を出さなきゃいけないのにそうそう本当はそう恋心、恋してる女の子を描きたかったんですけど、このなんかリラックスしちゃってる感じね。そう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 でも全然こいつのが年上なんでしょやっぱ。そらね何歳か分かんないけどこの少年はこの少年だってかつておじさんだったから、かつておじさんだったんだ。そうだよかつてのおじさん。そうかかつておじさんだったけど少年の姿、そうそうどんどん一緒にいるうちに少年の姿になっていく不思議な魔法使いっていう、ということで完成。イエーイ。いやちょっと久々にこういう線画系かけて楽しかったですね。そうね結構お互い対な絵になったんじゃない。確かにいい感じにこうなんか夏目さんちって感じの対感が確かになんとも言えないですけど、いやすごい全貌はこちらです。めっちゃいい。これも小説の表紙みたい。ありがとう。そういいですね。彼のね頭の上に落ちた花びらをふっと拾って微笑んでるみたいなシーンにしたかったんですよね。いいねこれは。なんか2人の関係性、お互い2人のなんか関係性をちゃんと描いたって感じの
楽しい一枚ですね。本当に夏目さんちって感じです、まさに夏目さんちといったいやなんかこううまく言えないんだけど、夏目さんちってこういうことだよなっていう玄とさやってこういうもんだよなっていうね。なんか原画展のさ、そうだね、ポスターもこんな感じだったからさ、そうだね。いやなんか久々にこう楽しい時間でしたね。いやもうずっと楽しいんですけどね。いやよかった、いにしえの文化に触れられて、ありがとうございます。魔女集会で会いましょうね